今日は日本の秘境岐阜県に一人旅に行ってきます。勝手に秘境とか言っちゃったんですけど、岐阜って空港もなければ新幹線もないんですね。だから地道に車とか電車で来るしかないんですけど、意外と秘境とか言いながら白川郷とか下呂温泉とかスポットではすごく有名な場所があるんですが、岐阜県に旅行に行くっていうと何しに行くのって聞かれちゃうような不思議な県ですね。そんな岐阜の岐阜市と郡上八幡にちょっと早めの夏休みで遊びに来たんですけど、登山をしたり綺麗な顔を見たりね、する予定だったんですけど、普通に雨が降っているので登山はキャンセルして喫茶店巡りをします。もうここが本当にいいところで、日本庭園を見ながら可愛いティーカップで紅茶を飲みながらケーキを食べれるお店だったんですけど、山登るより絶対こっちの方が良かったなって思いましたね。最近一人で喫茶店に入ったら、その喫茶店の絵を描いてるんですけど、お店の人からしたらスマホをいじられるよりかは印象がいいと思うので、皆さんにもおすすめしたいです。靴下が雨で濡れてきたなぁと思いながらお腹も空いたので、お昼ご飯を食べに行きます。私の Google マップではノーマークのお店だったんですけど、お店の前をたまたま通りがかったら、これは美味しい匂いがすると思って入りました。ね、ここのお店はバインミーが売りのお店みたいで、チャーシューバインミーを食べたんですけど、これがちょっと意味わからないくらい美味しかったです。で、次は今年のやりたいことリストにも入れてたくらいずっと行ってみたかった図書館に行きます。初めて写真で見た時にこれは現実かって思ってたんですけど、現実でした。大きな屋根の中に小さいキノコの傘みたいなのがいっぱいあって、その下でみんなが本を読んでるんですね。このメルヘンチックな状況に平気そうな顔ですけど、内心ではめちゃくちゃ大興奮です。ちなみにキノコの傘の下とか景色のいい席は市の方しか座れなかったので、私は端っこの席に座ってワクワクしながら本を読みました。次は岐阜に住んでる方がおすすめしてくれた喫茶店に行きます。ケーキの上にお花が乗ってるって可愛くないですか？ここでまたしても特にやることもないので、絵を描いたり喫茶店に置いてあった自由帳に感想を書いたりしました。ここから岐阜市内から郡上八幡にバスで移動するんですけど、雨は降ってるしお店は閉まってるしで異様な雰囲気が漂っていて、めちゃくちゃ怖かったです。元気を出すためにカレーを食べに来たんですけど、もうこれがなかったら危うく郡上八幡を嫌いになるところでした。このあわあわのチャイとかね、作り方教えてほしいくらい美味しかったです。まあ作れないですけど。そんなこんなで怖い夜を乗り越えて朝が来ました。めちゃくちゃ梅雨とかぶってたので、とにかく郡上人がいなくて、この宿にも私ともう一人の女の子しかいなかったんですけど、その子が不安になって話しかけてくれたくらい人がいないですね。でも逆にのんびり観光ができるということで、朝から元気に散歩に行きます。昨日真っ暗だった川の端に来ました。景色どうかな。岐阜って清流の国って言われるくらい川が綺麗なんですけど、連日の大雨で濁流の国になってました。すごい濁流めちゃくちゃ怖い。すごい小道があるから行ってみようと思います。誰も人いないわ、朝早くて。手前と奥と一番奥と水がいっぱい流れて、わー。大正ロマン古い街並みというのを見つけたので歩いていたら、だんだん晴れてきました。
私が郡上八幡に来たいと思ったのも、こういう青い空をバックに古い建物があって、そこをね、綺麗な川がザーって流れていく動画を見ていきたいなと思ったので、やっと理想の光景に近づいてきました。私は関東で育ったので、空を見上げても山がない地域で育ったんですね。だからこういうすぐ身近に山があって、山に見守られているような暮らしにすごく憧れがありますね。なんかお城が開くのが9時なんですよね。多分普通は結構車で登るお城だと思うんですけど、時間があるので歩いて登ってみることにしました。近道って書かれてたので、このショートカットコースを行こうとしたんですけど、もうここがね、結構普通にガチ登山っていう感じで、こんなチャランポランな格好で登ったりしない方がいい険しい道でしたね。なので皆さん本当に気をつけてください。また登ってるよ。石の積み重なったお城の麓みたいなとこに着きました。やばい。お腹空いたんだけど。やばい。すごい。文句を言いながら、そして語彙力を失いながら郡上八幡城に到着です。小学校の授業とかで城とか連れてかれるじゃないですか。その時全然興味なかったんですけど、大人になると普通にお城の歴史とかその美しさに感激するのは大人になったっていうことなんですかね。また曇天になってきた郡上の街並みを歩きながら素敵なモーニングのお店を探します。3、40分くらい練り歩いて見つけたお店がこちらです。もうね、行くお店臨時休業かなぜかお休みになっていて、米田コーヒーが私が今まで見た郡上八幡の中で一番人がいました。私は米田コーヒー大好きなので全然良かったんですけど、このバナナジュースがね、すんごい美味しかったので、また頼もうって思いました。ご機嫌で駅に向かって、これから2時間半の電車旅が始まります。実は今回の旅のメインは、初めて私のエッセイを置いていただける本屋さんが決まったので、その本屋さんにエッセイを届けに行きます。岐阜旅行後半もお楽しみに。